こんにちは。今日はいつもの Vlog とちょっと違ってハロウィンが近いということで、お菓子を子供たちのためにたくさん買ってきたので、買ってきたお菓子を紹介しながら日本のお菓子を知ってもらいたいなと思います。実は日本は海外のハロウィンと違って近所の子供たちが仮装してお菓子を取りに来るっていうことはないんですけど、例えばクラブ活動とか地域で集まってハロウィンパーティーを開くっていうことは最近は増えています。今回は私もそういう、コミュニティがあって、そこの子供たちのためにお菓子をたくさん準備したので、それを紹介したいと思います。まずは購入している様子からご覧ください。こんな感じでたくさんお菓子を買ってきました。ちょっと入りきれてないんですけど、ここからちょっと日本の有名なお菓子とか、日本人が普段どんなお菓子を食べているか紹介したいと思います。まずはおそらく海外でもあるお菓子を紹介したいと思います。これはフルーツゼリーですね。一口のフルーツゼリーで、味はオレンジ、ぶどう、いちご、メロン、パインの味があります。日本と海外の違いといえばパッケージの開きやすさかなと思います。例えばこんな感じでパッケージに切れ目がもともとついていて、ここから開けたら開けやすいよっていうパッケージの工夫がされてます。簡単に開けることができます。海外に旅行に行った時によくパッケージが開けにくいなっていうのをすごく感じるので、このパッケージの開けやすさっていうのは日本の特徴なのかなって思います。このゼリーのパッケージについてもそれは言えると思います。ここに開ける部分があって簡単に開けることができます。ほとんどの場合はこういう風に簡単に開けれるようになってます。そして次はキャラメルですね。本当は、森永ミルクキャラメルっていうキャラメルのブランドが日本ですごく有名なんですけど、海外でもキャラメルはあるお菓子なのかなって思うのでここでは食べないですけど、キャラメルも日本ではすごく人気のお菓子です。こういう風に切り口がついてます。なのでとても開けやすいです。そして次も海外でも食べられている商品ですね。チョコレートです。チョコレートは日本では明治、森永、ロッテの3つのブランドがすごく有名です。これは間違うんですけど、その3つがすごく有名だなと思います。もう一つ世界でも食べられているお菓子で、ドーナツですね。日本ではドーナツって発音します。ちっちゃいドーナツがたくさん入っていて、こういうお菓子も小さい子に人気なので買ってきました。あと日本のお菓子の特徴としてもう一つは個包装になってるんですよね。切り口があります。さらにこういう風に個包装になってます。これはプラスチックの使いすぎとか賛否両論あると思うんですけど、こういうお菓子を配るときにはとても便利です。ほとんどの場合がこういう個包装になっていることが多いです。はい、ここからは日本のお菓子を紹介していきたいと思います。同じキャラクターなんですけど、不二家っていうお菓子のブランドのメインのキャラクターでペコちゃんって言います。みんな日本人なら誰でも知っているキャラクターで、ペコちゃんといえばこっちのミルキーっていうお菓子の方が有名なんですけど、こっちを先に紹介します。これ紙でできてます。こんな感じでミルク味のキャンディーです。完全に硬いわけじゃなくて、噛むとちょっと柔らかいんですけど、逆に歯に詰まっちゃうっていうちょっと大変なお菓子で、こういう感じで開けて、中身はこういう白いキャンディーです。よく小さい頃遊んでた遊びが
この紙にペコちゃんが何個いるのか覚えてないんですけど、多分10とか11いたらラッキーみたいな、そういうのがあって、こうペコちゃんの数をこう数えてやる遊びをしてました。すごく甘くて美味しいお菓子なので、ぜひ食べてみてください。で、もう一つ、こちらも子供にすごく人気のお菓子です。こういう棒付きのキャンディーですね。中にはこの4種類の味が入ってました。メロンソーダとグレープとストロベリーとオレンジです。これ昔私の子供の頃は飴に動物の絵が描いてあったんですけど、今はじゃんけんになってるみたいです。ペコちゃんがじゃんけんしてるのみたいに円の中にじゃんけんの入っていて、これはパーしかない。チョキ見えるかな、チョキですね。こんな感じで子供たちがじゃんけんポンって遊べるようになってるみたいで、これもすごく子供に人気のお菓子です。はい、そしてキャンディー系ですごく人気といえばこのハイチュウですね。最近この表記が英語になったんですけど、昔はこのカタカナだけのハイチュウでした。ハイチュウは大体王道がこのグレープとストロベリーとグリーンアップル、青リンゴ味です。結構遊び心が日本人好きなのか、これは例えば大々吉って書いてあっておみくじになってますね。これは吉おみくじができるような感じになってます。1個食べてみたいと思うんですけど、これも簡単に開けることができます。こんな感じで、基本的に外側が色がついたキャンディーで、中が白いキャンディーでソフトキャンディーです。で、すごいフルーツの香りが強くて結構私は好きです。で、似たようなお菓子でプッチョっていうお菓子があるんですけど、プッチョは中にグミが入ってて、こっちはハイチュウソフトキャンディーだけ、好みが2つによく分かれますね。次に紹介するのはこのルマンドです。ブルボンっていうブランドなんですけど、このブルボンっていうメーカーもすごく人気のお菓子のブランドで、こんな感じのお菓子です。こういう感じでサクサクのクレープ生地が重なっていて、ココアクリームで優しく包みましたって書いてあります。これは子供のお菓子っていうよりも大人に人気の方かもしれないです。次はパイの実です。これはロッテですね。こんな感じでパイ生地の中にチョコが入っていて、それが2個セットで、袋詰めにされてます。これは子供から大人まで人気のお菓子かなって思います。すごくこぼれやすいお菓子です。そしてこれがカントリーマームです。これはさっき紹介したペコちゃんと同じブランドの不二家の商品ですね。サクサクのクッキーはムーンライトとかまた別の商品があるんですけど、こっちはしっとりしたクッキーでココア味とバニラ味があります。で、恐ろしいのがこれクッキー1枚で50カロリーするんですよ。例えばバニラ、しっとりしたクッキーの中にチョコチップとかも入ってます。こんなにちっちゃいのに50カロリーあるんですよ。これ美味しいんだけど恐ろしい。こんな感じでしっとりしたクッキーの中にチョコチップが入ってます。こっちのココアの方はチョコですね。全体的にココア味で、こっちもチョコチップが入ってます。外はサクッとしていて、中はしっとりしていて、結構アメリカンクッキーのイメージがありますね。スタバとかで売ってる大きいクッキーに似てるのかな。あんまり食べたことないんですけど、サクサクではない。外はカリッとしていて、中はしっとりしているクッキーです。はい、次はじゃん、たけのこの山ときのこの山とたけのこの里です。これは明治の商品ですね。これはすごく日本でこの2
2つどっちが好きかっていう好みがもう2つに分裂して、よくこういやこっちの方が美味しいとか、いやこっちの方が美味しいっていうので分かれてるんですけど、私は断然タケノコの里派です。キノコの山はちょっと私も好きじゃないし、子供たちにあげたいので今ここで開けないんですけど、キノコの里はこういう見た目ですね。上がチョコレートで、この芯の部分がクリスピー食感の、ビスケットみたいな感じ。私があんまりクリスピー食感が好きじゃないので、私は好きじゃないです。これ今出してみたらこうつながってたんですけど、これも日本でよくあるパッケージですね。だいたいこう縦に4つぐらい並んでる子供用のお菓子とかがあります。かわいい。タケノコのこうデザインになってます。で、中はクッキー、普通のクッキーで、上にチョコレートがコーティングされてます。普通に美味しいチョコクッキー。私はこれは結構上位のお菓子です。好きなお菓子です。最初に紹介したペコちゃんのペロペロキャンディー以外は割と子供から大人まで好きなお菓子だと思います。次はキットカットです。キットカットはもちろん日本発祥じゃないって知ってるんですけど、この抹茶味がすごく美味しくて、クリスピー食感が私好きじゃないって言ったんですけど、だから普通のキットカットはあんまり好きじゃなくて、でもこの抹茶味は本当に美味しいので、みんなもぜひ知って食べてもらいたくて一つだけ食べます。個包装になってますね。で、これは海外のキットカットはどうだかわからないんですけど、日本のキットカットは、受験の時にすごく渡されることが多くて、なぜかっていうと、キットカツ、キットカットがキットカツにかけられて、受験とかこう買ってほしい、何か合格してほしい時とかに渡すことが多くて、なので裏面にこうメッセージを書いて渡せますよっていう、工夫がされてます。ハイチュウとかなんかそういう感じで、こういうパッケージに工夫がされてることが日本のお菓子は多いです。ちょっと溶けてるこの感じで、もう緑です。私は抹茶味はすごく苦い方が好きで、甘いだけだとあんまり好きじゃないんですけど、これはしっかり苦味がある抹茶味です。中は他と一緒だけど、濃い抹茶って書いてあるパッケージに、本当に濃くて苦くて美味しいです。苦い抹茶が好きな人、食べれる人はぜひ食べてほしい。本当に美味しいです。甘いコーヒー飲めます。ちょっと甘いのが続いたので、チーズアーモンドを紹介します。このチーズアーモンドはおつまみとして食べられることも多いですね。もう開けた瞬間すごいチーズのいい匂いがする。こんな感じで、ちょっと甘辛なせんべいの上にチーズクリームが乗ってて、その上にアーモンドが乗ってます。甘いお菓子というよりもしょっぱめのおつまみに合う感じです。でもお菓子として売られてるので全然美味しいスナックです。あと2つ、じゃん、ポッキーの今回はいちご味です。ポッキーはグリコですね。グリコのお菓子です。ポッキーはスティック状の棒状のクラッカーにチョコがついています。ノーマルのポッキーは、チョコ味、普通のチョコが周りについてるんですけど、もうこれもいろんなフレーバーがあって、抹茶もあるし、ナッツがついたチョコとかもあるし、で、今回買ったのはいちご味です。これもちゃんとオープン。日本人ってこうイベントごとがおそらく好きなんですよ。11月11日はこう1がこう並ぶ。だから11月11日はポッキーの日って言います。でもこれは結構最近始まったことで、みんなこういうシェアできるポッキーを買ってきて
友達とかと交換したり分け合ったりするイベントがあります。ちょっと数がこれ少ないから子供たちに残しておきたくて今回開けないんですけど、こう細くてポキって折れるんですよね。ポキって折れるからポキです、名前が。まあ普通にクリスピーの棒とチョコがそこにかかっているっていうお菓子を想像してもらえたらと思います。で似てるようなお菓子でトッポっていうお菓子があって、トッポは中にチョコが入ってて、正直言うと私はそっちの方が好きですね。なのでまた機会があったらトッポも紹介したいと思います。じゃーん、最後です。最後はカプリコです。これはミニバージョンでたくさん入ってるんですけど、いちごとミルクとチョコが入ってますね。でこれもちょっと数が少ないので中開けて食べることはしないんですけど、これもすごいリアルで、外がソフトクリームのコーンみたいな、本当にソフトクリームのコーンの生地の中に、なんていうのかな、食感がサクふわサクジュワみたいな、なんか軽い食感のお菓子になってます。でこう穴が開いてるからすごく軽くシュワッとサクふわみたいな感じの食感ですね。ちょっとうまく説明できないんですけど食べてみてほしいですね。これはよくあと日本で言われるのが、この表示してあるサイズが全く一緒だっていう動画を見ました。あんまり気にしたことなかったけど確かにそうかもしれない。これもまたパッケージの工夫がしてあって、ここにカプリコクイズが書いてます。ミニカプ3兄弟、2番目のお兄ちゃんの名前は、難しいですね結構これ答えは裏面に書いてます。これもパッケージの工夫がされてますね。はい、今日は日本のお菓子で特に買ってきたものを紹介したんですけど、まだまだ例えばグミとかポテトチップスとかまだせんべいとか、もっと紹介したいものがいっぱいあるので、この動画が好評だったらまた別の機会にさらにもっと紹介したいと思います。なのでもしよかったら紹介してほしいお菓子とか、これ気になってるっていうお菓子があればコメント欄に書いてください。でチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。